はい、こんにちは。山下夏美です。6月1日、日曜日。この日もですね、平塚ビーチパーク。で、ポイントはですね、コート前で練習をしていった感じなんですけども。波がですね、良かったですね。確実に。ザ・デイっていうにはですね、ちょっと御社混じりで、やや、波がね、見ていただけるとわかるんですけど、ちょっとよれてる感じとなっているんですけども、ラップできた本数、完全のラップデーだったんですけど、メイクできた波の数、ライディングの数はですね、多分今年1だったんじゃないかなっていう日となっております。朝一はですね、ちょっと潮高くて、砂柔らかかったりね、して難しめだったんですけど、で、かつね、ちょっとこういう風にモンキークロールで、やや分厚いところで落としたりとかして、波との距離できるだけ近い状態でテイクオフするようにします。足が長かったっていうのと、こういう風に今みたいに口が深かったっていうのがあるんで、できるだけ波に近いところでテイクオフしたいなっていう気持ちがあったので、ある程度アウトからテイクオフするようにしました。で、後半なるにつれね、どんどん潮が引いていってるんで、波の割れる位置とかもちょっと変わってはきてるんですけど、基本はこんな感じの波ですね。で、一応こういう風にレフト側も行ける感じになっております。レフト行くんだったら、どっちかっていうとね、左展開して、バックサイド狙う方が良かったかなっていう気がするんですけど、そこはですね、ちゃんと走るラインとかちょっと変えながらやっていければ問題はなしって感じでしたね。これいいですね。綺麗に動かして。このぐらいのラップライディングは普通にできる。余裕持ってできるぐらいの波の力なので、積極的にやっていってます。で、この日は香港からサムが来てたので、一緒にやっていた感じです。いいね、このラップを。今年の中でも屈指のザ・レイの日だったんじゃないかなと思います。で、流し波もしっかり合わせて乗っていく。で、フロントもしっかり合わせて乗っていく。で、来たラップ波は逃さない。いいね、これ。すごい綺麗に横走って。本当はですね、これもうちょいね、引きつけずにね、早めにターンを完結させたいなっていう感じはするんですけど、見た目以上にですね、実はこれブレーク早いんで、本当はもうちょっとターンを早く完結させて、今みたいなパンプをなく乗っていきたいところなんですけど、手前のちょっとデッドウォーターがきつかったりとかあったんで、そこはちょっと難しいところだったかなと思う。なんで、レールを確実に入れる。綺麗に。そういう練習、意識を持って練習していくって感じですね。いいですね。ちゃんと横に走れるゾーンをある程度読んで合わせていく。いいですね。で、ちょっとね、今みたいに波潰れてんなと思ったら、ややスプレー出すのを狙いに切り替えながらやってる感じですね。いいですね。これもいいね。ラインは。ちょっと最後手前で引っかかっちゃったけど。これもいいですね。バック押ししっかり乗ってターンして、前に出てる。結構ですね、このテイクオフする板の位置をですね、結構この日は、上から見ると分かりやすいんですけど、ある程度遠目にちょっと投げてますね、板を。落として。遠目に落とすことによって、後ろから乗った時に初速がつきやすいっていうのがあるんでね、蹴りやすくて。あとはデッドウォーターを超えるっていうのもあるかなと思います。真下に置きすぎちゃうとやっぱり失速しちゃうんでね。デッドウォーターゾーンが多いところだと。できるだけ真下に置きすぎないようにって感じですね。風がまだ弱かったんで、この時間全然。それが可能だったかなっていう感じです。
トリックのイメージも忘れずにって感じですね、この辺は。波にある程度慣れてきたんで、トリックもちょっと積極的にチャレンジしている感じの時間ですかね。手前のデッドウォーター超えてからトリックするっていうのが基本だったんで、ちょっとなかなかトリックデーっていう感じではなかったんですけど、かける余裕があったらかけてったって感じですね。どっちかっていうとこの日はターン前よりはターン後のトリックの方が多かったかなと思います。基本はこういう風にラップを狙っていき、ターンしてラップを狙っていくって感じなんですけど、こういう風に今みたいな感じでチューブになってくれればいいんですけど、ならなかった時にトリックをかけるって感じですね。これいいですね。すごい綺麗に横走ってる。ちょっと斜めにアプローチしたから、いいゾーンに行けてますね。ちょっと一瞬もたついてるけど、横走って加速してます。すごいいい。さあ、モンキークロール。ちょっと分厚いところで落としましたね、ウォーターの。これはね、いい感じに水が引き切らないかなって判断したやつですね。そういう判断もしつつ持っていく感じですね。ちょっとね、特殊なタイミングで出るよって時に、モンキークロールとか使ったりして、このタイミングで出るのみたいな。そのタイミングで出なきゃいけないのっていうタイミングの時にね、モンキークロールを使っていく感じですね、僕の場合は。まあ、あとは風が強い日かな。こういうデッドウォーターの日にも結構有効なんでね、モンキークロールは。デッドウォーターを超えた状態のゾーンからテイクオフできるっていうのが強みなんで、モンキークロール、こういう日は。誰よりもアウト狙えるって感じですね。これいいですね。テイクオフ。モンキークロールじゃなくて、ベリーテイクオフですね。腹ばいでテイクオフするやつ。さあ、これ分かりやすいかな。こっちから。腹ばいテイクオフして、そっからサイドですね。できる人もなかなか、できるけどやらないって人が多いのかな。あんまり見ないテイクオフですけど。昔のスキムボードの映像とかだとやってる人すごいですけど、最近はですね、なかなか見ないトリックというか、技術かなと思います。これいいね。最後ちょっとギャップが手前できるんですけど、ターンして、すげえ走ったんですね、中で。バック押しとやっぱ合わさるっていうのがあると、最後ちょっと跳ね上がってきますね、サイズが。その時にね、ちょっとテールを踏めてないと、最後、うわ、もったいないみたいな感じのね、ミスがあったりするんでね。こういう横走れてる時こそ、しっかりテールを踏んであげるってのもすごい重要ですね。最後、もったいない感じでノーズ刺さって、チューブ走ってる途中で落ちちゃってね、点数つかないってこともね、あり得るんで。ターンして余裕がある時こそしっかりテールを踏んであげる。その意識すごい重要だと思います。やっぱり前乗りすぎちゃうとね、それをちょっと刺さりそうになった板をですね、戻さなきゃいけない。一回安定させるのに後ろに踏み直さなきゃいけない時間ができちゃうんで、そうなるとやっぱり、このスキムボードのコンマ1秒のね、動きとかを試される世界だとかなり大きな差になっちゃうんでね、無駄になっちゃうんで、その辺はちゃんと気をつけながらやった方がいいかなと思います。さあ、この辺の時間はですね、ちょっと少しずつ潮が引いてきて波遠くなってきてますね。なのでちょっと一回、スキムが厳しくなってきたっていう時間でしたね。できるけど、ちょっと難しい波が増えてきたって感じだったんでね。ここ一回ちょっと沖に出たんですけど、まあ人数がすごい多かったっていうのと、波がなかなか難しかったっていうのがあってね、実はこの1本しか乗らなかったんですね、サーフィン。なので、こっからまた戻ってスキムし。で、これちょっとサイズのある板に変えて、アウトチャレンジしたりしてます。
で、まあ、すぐ板戻してるんですけど、やっぱりね、ちっちゃい板というか、やっぱベストなサイズの板の方がね、それは回しやすいんで、やぼったさがないんで、しっかりキレのあるライディングができるんですよね。海外のライダーとかは、逆にすごい板、ちっちゃい板使ったりっていうのもありますね。最近はそんなに露骨ではないけど、昔はすごいちっちゃい板使ってるなって印象でしたね、僕がジュニアの頃は。そういうポイントとかね、その日の波に合わせて板を変えるっていうのもね、できるとすごいいいんじゃないかなと思います。こういう波の日はこっちの板がいいなっていうのを自分の中で持っておくとすごいいいんじゃないかなと思います。トリック YTR ですね。トリック波というか、どっちかっていうとラップのチューブ波が潰れてきた時間だったので、トリックをやってるって感じですね。フロントラップ、ちょっとフロントラップ向きな波ではなかったんでね、波のうねりの行く方向がね、コンビネーション、基本やっぱりバックサイドラップとかライダーが狙ってる方があったですね。さあこんな感じでね、この日はちょっと引いてダメになるまでいい感じにかなりスキムができて、いろんな練習ができましたね。こんだけ波がいいと、そういう日にねしっかりいろいろ試していくことすごい重要なんで、まあ、かなり試せていい練習ができた日だったんじゃないかなっていうふうに思います。もうちょっと引いてきちゃってね、かなり厳しくなってきたんで、この日はですね、ここで練習を終了した感じとなりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。